これは買いだと思います。どうも皆さんこんにちは。今日は先日発売されたばかりのこのレンズを見ていきます。こちら TT アーティザンの 17mm F1.4 マニュアルレンズです。これは APS-C レンズなので 35mm 換算でいうとだいたい 25.5mm とかそんな感じです。でこのレンズめちゃめちゃ安いんですよ。現在 Amazon での価格が16,000円を切っているということで F1.4 のレンズが1万円台っていうね、ちょっと驚きの価格です。概要欄に製品リンク書いておきます。私も含めてなんですけど、安かろう悪かろうって思う人も多いと思います。ちょっとサンプル写真を撮ってきたので、この後それをご覧いただきながらどんなレンズなのか見ていきたいと思います。私の手元にあるのはこれ富士フィルム用なので、今回富士フィルム XT3 でサンプル撮ってきました。富士フィルム用の他にはキヤノン EFM、ソニー E、マイクロフォーサーズ用が販売されています。今からご覧いただく写真は富士フィルムのプロビアっていういわゆるスタンダードカラープロファイルの写真です。で、違うプロファイルを当てはめたものを表示するときにはその都度言っていきます。それからこれ F 値が記録に残らないタイプのレンズなので、今から見ていく写真一枚一枚撮った後に F 値をメモしてたんですけど、途中でめんどくさくなって記録をつけなかったものもあるので、記録があるものだけその都度解説で言っていきます。最初にボケについて見ていきます。まずこちら、これ F1.4 で撮りました。ピントが薄いので全体的にふわっとした感じなんですけど、一応この辺りにピント合ってます。優しめのぐるぐるボケっていうのか、なんかちょっと特徴的ですね。この雰囲気だと富士フィルムのエテルナっていうフィルムシミュレーションがレトロな感じで合うなと思ったので、ちょっと当てはめてみました。私が持っている富士フィルム XF16mm F1.4 のレンズではこういう感じのボケ方はしないので、すでに XF16mm F1.4 をお持ちの方も全く別のものとして手に入れてみてもいいと思います。ちなみにこちら同じシチュエーションで F5.6 で撮ったものです。印象が全然違いますね。そして次、これも F1.4 でこの辺りにピントを合わせてるんですけど、どうでしょうか。背景になだらかにボケていく感じが綺麗ですよね。このレンズ最短撮影距離が20センチと結構寄れるんですよ。なのでテーブルフォトとかにも使えそうですね。でこれはモノクロが合いそうだなと思ったのでやってみました。プロファイルはさっきと同じくエテルナにしてモノクロ化して露出を少し上げました。モノクロにしても綺麗です。で次、こちらが少し絞って F5.6 です。手前の少し背が高い草にピント合わせてます。これもほぼ最短撮影距離あたりで撮ったんですけど、近距離の背景と遠距離の背景のボケ方見てもらえるんじゃないかなと思って撮ってみました。これも優しい雰囲気にした方が合うかなと思って少しニュートラルな感じに調整するとこんな感じ。草花系を優しく撮る感じがこのレンズに合いそうですね。で次、これは F8 で花を下から撮りました。拡大してみても花びらの質感もしっかり映ってます。空の部分、雲から太陽の光が入ってきてる感じも悪くないですね。で次、これはマイナスポイントなんですけど、これ F8 で撮ったものです。思いっきり逆光なんですけど、べったりとしたゴーストが出てます。ゴーストの出方によっては全体のチャームになるっていうか、作品の雰囲気によってはあってもいいと思うんですけど、このべったりとした出方は困りますね。これだけ出ちゃうと逆光では使えないなって思いました。で次、こちら、これは F1.4 なんですけど、玉ボケを見てみます。中央は丸いですね。で端っこの方になるとラグビーボール型になってます。で次、これは F5.6 なんですけど、玉ボケの縁がカクカクしていて縁取られている感じになってます。バブルボケのカクカクバージョンみたいな感じかな。これは好き嫌いありそうですね。このカクカク縁取りをあえて入れるっていう方の場合楽しめると思うんですけど、こういうのが嫌いな方にとっては本当ありえないと思うかもしれないし、好みですね。次、これ中央の傘に焦点を合わせて F2 で撮ったんですけど、画像の上の方にフリンジっぽいものが出てます。赤っぽい色に見えてるものです。気になる場合はライトルームとかのロー現像ソフトでのレンズ補正、フリンジの軽減とかを使ってちょっと直すことになると思います。
では次、夜の写真見ていきます。夜の写真は老現像時に富士フィルムのフィルムシミュレーションを当てはめただけのものもあれば、老現像で少し調節したものもあります。先に作例続けてご覧ください。ではいくつかピックアップしてコメントを言っていきます。これは工場の出方を見てもらえると思います。 F8 で撮ったんですけど、工場のニュアンスが柔らかく感じます。ここら辺の小さめの工場も大きめな工場もキレキレシャッキーンみたいな感じがなくて、柔らかくて私は好きです。で次、こちら ISO3200F1.4 で電話の番号のあたりにピントを合わせてるんですけど、ピントが合っているところから手前のあたりへのボケのグラデーションが ISO3200 の流浄感と相まってエレガントっていうのか、すごく綺麗だなと思いました。次、これは ISO3200F8 で富士フィルムのカラーシミュレーションベルビアを当てはめただけのものなんですけど、これもまた本当富士フィルム純正のレンズで撮る感じとは全く違うなっていう風に感じた写真です。夜景写真って絞るとなんかシャープさが際立ってデジタル感が出るっていう気がするんですけど、このレンズ夜のライトも優しく撮ってくれるなと感じました。あと全体的に見て思ったのは、このレンズの柔らかいニュアンスで IS を高めにして流浄感をわざと出して撮ると、後編集とかしなくてもすでになんとなくフィルム写真っぽいニュアンスに撮れたりしていいなと思いました。撮影時にわざとピントを少しぼかしたりとか、それから人の動きをあえて止めずに動きを入れて撮るとか、そういう撮り方をしたくなるレンズです。実は私このレンズすごく気に入ったんですよ。なんかこのレンズ特有の独特の雰囲気が出て、その描写が好みでした。これ1万円台でこの描写が手に入るということでね、これは買いだと思います。このレンズの弱点は逆光時のゴースト、それから玉ボケがカクカクしてしまうっていうところなんですけど、ちょっと値段の話にまた戻るんですけど、1万円台なのでそこら辺は諦めがつくっていうか、最初からそこまで期待してないっていうのかな、そんな感じです。それよりもこの独特な雰囲気の描写、ほんと綺麗なので、ぜひ皆さんにもおすすめしたいなと思いました。このレンズと比較するとなると、富士フィルムの XF16mmF1.4 もしくは最近発売されたばっかりの 18mmF1.4 になると思うんですけど、私が持っている 16mmF1.4 のレンズと比較すると、撮れる写真の雰囲気が全然違うので、単純に比較するものではないなと思いました。価格に大きな差もあるし、マニュアルフォーカスレンズとオートフォーカスレンズって全然違うものでもあるしというのもあるんですけど、そもそも目指しているところが違うんじゃないかなっていう、そんな印象を受けました。なのでこのレンズは XF レンズをすでに持っている方でも楽しめるレンズだと思いました。それでは今日はここまでです。動画の内容気に入ってくださった方、ぜひまたいいねボタンで教えてください。それからインスタグラムの方もぜひチェックしてみてください。お知らせとかはインスタグラムストーリーズでやっています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。